確認しつつやってました、やってます、はい。なんですけどトラブルが最近起きました。あれです。今日は最近あやさんに起こっているトラブルについてお話ししたいと思います。そもそも何のトラブルかといったら、あやさんがハマっているメルカリになります。でこれ勘違いしないでいただきたいんですけど、メルカリをおすすめする動画ではないんで、こんなトラブルに遭ってるからみんな気をつけようねっていう感じの動画になります。メルカリ未成年者できないんじゃないのと思われがちなんですけど、未成年者は親の同意があれば売り買いすることができます。あとはもちろんクレジット払いとかはできません。持ってないからね、基本的にね。はい。その状況下であやさん、メルカリどんな風に利用してるんですか？グッズ買って、で推しじゃない子が出たら出品して。あやさん推しグループ、推しキャラめっちゃいるんですよね。ランドムのキーホルダーとか当たるやつ、推しじゃない子が出た場合、別にそれはそれで嬉しいんだよね、嬉しいんだけど残しとるやつもある。そうそう、それをもっと欲しいっていう方のところに届けっていうことで出品して、逆に普段売ってるものだったらメルカリで買う必要はないんですよ。お店で買えばいいんですけど、ただ昔販売されたものとかっていうのは今手に入らないんですよ。そういうものが欲しい時はメルカリを利用しています。で始めたのが2月くらいだよね、2月ぐらいから始めて、それまではパパのメルカリのアカウントを使ってパパに買ってもらってました。で今は自分のいらないな、不要だなと思うものを売って、そのメルカリのポイントで自分の欲しいものを買うっていう素敵なローテーションができてます。で出品する際はめちゃくちゃね研究しました。傷つかないようにとか、相手が素敵と思えるような梱包をしたりとか、もうママもね付き添いで見ながら「そこアルコール除菌して入れるの?」とかで、出品する時は「ママこういう文言でやりたいんだけど見て」って言われて「見る、確認するわ」って確認して、価格設定はもう本人のことなので本人にお任せしてます。だってメルカリでね全部調べるんだよね。推しが平均がどれぐらいとか最安値がどれぐらいって調べます。で発送する時は相手の人にご迷惑かからないように住所を確認したりとか、そういう作業はママがお手伝いしてます。それ以外はもう全部自分でやり取りとかして、こういうやり取りしてますっていうのはママには見せてもらってます。勝手に見てますっていうか、勝手に見ます朝パッて見たら「何この子また違うもん買っとるが」いやだって違うやって、もらったんやメルカリでポイント、あれがもう1週間で切れるって脅されて、使わなあかんやん。それ分かる分かる。で基本的に現金でやり取りしてるわけじゃないので、全てメルカリポイントのもので買ってます。ヤマトさんとかで届くものはママのところにメール来て、そうなんや、そう荷物が届きます。私何も買った覚えがないんだけどなと思って確認すると、あやさんが購入してたっていう、今回買ったやつも届くね。本当、書いてあったね。はい、確認してます。それもだからね、本当に気持ち悪い。買うのがさ、ママが寝た時に買ってるでしょ。いや違うやって、何も来てないかなと思って通知確認した時に「なんやこれ安い!」ってでそういうので一応親も確認しつつやってました、やってます、はい。なんですけどトラブルが最近起きました。あやさん、トラブルの今の現状を教えてもらってもいいですか。まず音信不通。はい、相手の方が音信不通、こちらが発送して届いてるだろうに向こうからの連絡が一切なく、挙句にメルカリってお互いに気持ちよいお取引できましたとか、こういうのが嫌だったですっていう評価ができるんですけど、その評価が買っても売っても必ずつくんですけど、その評価をしてもらえないと。評価をしてもらえないってことは、あやさんのところに売ったものの金額が入らないんですよ。その状態が今1件続いてます。そもそもこの相手の方ってちょっと問題があったんですね、どんな問題だったんですか。出品してたらありえない金額値下げしてくれって言われて、でちょっと値下げなら OK ですよって言ったら、またそれ以上の値下げを要求されて、
いやでもそれでも欲しい方、今出品してる人の中では最安値なのでこれ以上下げられませんみたいなニュアンスのお便り書いて出したら、結果値下げせずに買ってったよね。普通に値下げ交渉してきたのに一番最初の値段でそのまま即決して買ってきました。まあ、その時からねママ嫌な予感したんですよ。言ってたんだよね。怖くね？怖いよねって。値下げ交渉あんなに頑張ってやってたのに、その少額でも値下げしたら嬉しいじゃんね、だけどそれを蹴ってでも普通に買ってたから、いやちょっと怖いよねって言って、で普通郵便で出しますとは書いてあったんだけど、向こうからも普通でお願いします、もうそれもちょっと怖いなと思いつつ、土日発送だったので土日やってる郵便局行ってママたちちゃんとそれについてきました。窓口でねちゃんと出しました。だから何時何分まではっきり分かってます、出してる時間は。なんですけど相手方に届いただろう日にちになっても届きましたもないし評価もない、忘れてるのかな、お仕事だったら大変だしって言って、メルカリの場合は評価しなかった場合は自動で勝手に評価されるんだよね、一定の時間経ったら。でまあそれも評価入るからいいだろうと思ったら、評価が入る2日前にとんでもないことが起きました。自動取引完了停止。運営様にこういう理由で今評価できないので自動評価停止しますっていう訴えができるんでね、相手も。でそれをかけてきたんです。ただうちらには何も連絡ないんですよ。届いたとの連絡ないし、開封しましたって連絡なくて、で開けられない状況であれば開けられませんって一歩打てばいいはずなんだけど、ただ運営様に取引延長の手続きはするのにこちらに連絡を入れてこない。だからこっちは不安だよね。なんかね、落ち度があったのかもしれないって。ただママもあやさんも出品する時はあやさんが住所を書いてママが住所を確認して、でさらに2人で確認してるっていう、結構ねガッチガチの状態で確認してるので、出すまでに住所間違いは絶対ない。だから相手がひょっとしたらね交通事故にあってその簡単なメールは送るけど長文のメールは送れないとか、そういう状態とか、あと出張に行ってて開封できない状態。それぞれ言ってくれ。そうなんかどんな状況を考えてもおかしいなって。でこちら自動評価がつくであろう日数が経った時点で運営様に連絡しました。連絡したメールはこんな感じで連絡しました。まあ要するにこっちが連絡取ろうと思っても向こうが連絡してきませんと、どうにかしてくださいっていうのを言ったところ、メルカリの方からそちらの相手側に連絡を入れてくださって、向こうから連絡が来たら対応してくださいと。で72時間経った時点で連絡がなければまた再度運営の方に連絡してくださいとのことでした。さあ今はどこの時点でいるんですか？残り3時間。はい、残り3時間でその72時間を超えます。まあ72時間超えた時点でまた運営様に連絡するだけです。もう相手との連絡が取れないので相手の自動評価停止を取り下げて、なんとかこの手続きを終わらせたいですとこちらは言うつもりです。で郵便の事故にあったとしても言ってこないよな。届かへんよ、おかしいよって言ってくるはずなのに何も言ってこないから不安なんだよね。で最初にそういう、値下げのちょっとトラブル的なものがあったからすごい心配して、出しに行くところはちょっと動画で撮ったりとかいろいろ残してたんで、初めてのトラブルだよね。嫌だなと思ったら2つ目のトラブルもすぐ発生しました。これは一応解決をしたんだよね。すごい評価のいいお母さん的なねアカウントの方がいらっしゃって、その方があやさんの推しのグッズを売ってたんですよ。あやさんそんな安い値段で売ってない、欲しいと思って買いました、そしたらまず何がありました？まずその切手の代金がしたリンクで相手の方戻っていっちゃったと。63円の切手を貼って送ってくださったんですけど、今手紙63円じゃないんですよね。10月前のことなので84円なんですけど、だから足らなくってその出品者の人のとこ戻ってったんですよ。で出品者の人はもう慌ててまた再送してくださったんですよ。そこまでは良かったんですよ、やり取りもすっごい丁寧で、もうあやさんもいいです焦ってないんでっていうような感じだったんですけど、実際届いた商品であやさんも見た瞬間真っ青。わーいって取りに行ってで開けてびっくりしたマジで。ペラペラのものなんですけど
なんだろう、クリアポスター。クリアポスターで本当にペラペラなものを一応水濡れ防止の袋に1枚入れただけで厚紙なしで送ってきたんですよ。メルカリのその規則ではないんだけど、折れ曲がっちゃダメなものとかっていうのは基本段ボールとか厚紙にサンドないし一面入れて送ってくるのが大体の相場って言ったらいけないんですけど、押し付けではないんですけどなんですね。その結果、まあ端っこがちょっとやられてましたね。明らかに目視で折れてるなって分かるほどの折れ曲げがついてました。あやさんボソッとなんで折れとんのでもこれ折れて仕方がない状況だろうなって戻ってね、あやさんが送るときどんな風に送ってますか？私はでも紙類やったら普通 OPP 入れて、で段ボールに固定して入れとるかな。せめては片面片面ね、は確実に。重さが増えるとお金が増えちゃうからせめて片面。プラスチックとかそのキーホルダー類はあやさんどうやって送ってます？ OPP プチプチ OPP。二重にも三重にしても送るんですよ。そう、その方は濡れ防止だけだったんですむしろ濡れても問題ない商品なんだよね。そう折れ曲げたらあかんのにそう、相手の方にどう言おうと思ってまだいっぱい売ってたんだよね。で今後の方のために一応言っとかないといけないじゃん。全く同じような状況で送ったんだったら次買う人がかわいそうだよね。あやさんはびっくりするやろねなので相手様には一応こういう状況で折れてましたと、段ボールとかの折れ曲げ防止処置があって運送中に折れたのなら納得できますが、あの状態で送ってこられて折れてるとすっごいショックですっていうことと、あと名前を間違えていらっしゃいましたっていうことを胸に書いてちょっとお便りを送らせてもらいました。まあね、いろんな出品者さんいらっしゃいますからね。で結果向こうから連絡してきてくださったんですけど、まあ一つは中学生の娘さんが出したいと言って出品して任せてましただから親さんは住所の確認も名前の確認もしてません。放送する確認もしてません。でそれで送ってきた結果、まず配送料金が足らずに戻ってきた。あと商品が折れ曲がっていたっていうちょっと惨事だったみたいですね。未成年者さんやる場合やっぱり保護者さんのね監督が必要かなと思います。なんか自由にやらせてたみたいですね。一応保護者の同意のもとやってるとはいえちょっと残念な結果になりました。あとママその文章を見てすごく思ったんですけど、中学生の娘がやったのでって言ってうちの子も娘中学生ですけどとわかるまあ一応まだ JC です。でね、多分やり取りの内容が私も見て思うんですけど、中学生の口調じゃないんですよあなたそんなに丁寧っていうかね、明らかにもう一人子供持ってるだろうな喋り方の対応するので、たまにね変な敬語を使ってる時はママが指摘してこの文章を変えた方がいいとか、相手に送る時の文章は一緒に考えてるんだよね。なんだけど基本はあやさんが土台を考えてて、これはさ中学生じゃ書く文章じゃないよねって毎回思ってたけど、多分そういうコメントを書くってことはあなたを学生さんだと思ってないから書いてくるわけだよね。だって同じぐらいの年代であれば中学生の娘がやったんで中学生の娘がやったんでって絶対言わないと思うんだよねだから今回それでびっくりして私的には笑わせてもらいますけどねはい、ということであやさん今現在トラブルに遭っております。で、メルカリ利用するのはすごい楽しくって相手とのやり取りの勉強とかにもなるんでママはいいとは思うんですけど、こういうちょっとトラブルにあると親のせいじゃない、親のせいじゃないけどちょっとどうかなと思うし、詐欺っぽいのも行われてるらしいので、ちょっと送る前にね写真を1枚撮ったりとか、入ってる写真ね、写真や動画かな撮ったりとか、そういう対策も今後考えていかないといけないのかなと思います。お小遣い外でね自由にできるので、あやさんはすごい楽しそうです。放送もめちゃくちゃ楽しい。むしろそれが一番楽しそうな感じがします。梱包めっちゃ楽しいやん。届いた時もこの人の梱包めっちゃ綺麗とか言って、いやそこじゃないよなとか言って思いながらやっていますが、はい。なので利用するのは全然大丈夫なんですけど、
あやさんみたいなトラブルに遭わないように皆さんもお気をつけていただけたらなと思い、この動画をアップしました。お互いに気持ちいい取引をしたいので、相手の気持ちになってね、やってマジ何も分からんねん。届いてないのかも分からんし、そうそうそう開けれてないのかも分からんし。そもそも普通郵便だから、追跡で追加料金をかけない限りは追跡できないんだよね。向こうが届いてないって言うんであれば、こっち側出した時間も相手の住所も何もかも知ってるから、紛失なんとかっていうやつでかけられるんだよね。それもかけようかって言ってたぐらいで、とりあえず上に連絡しようって言って今この話の状態です。皆さんはメルカリを利用したことがありますか？最後まで見てくれてありがとうございます。バイバーイ。さあ、この動画の終わりに結果が載るかもしれない。でも3時回ったらアウトやろ。3時回ったら一応もう72時間経ったことになるので、うちらから運営様に連絡して5時にメール9がアウトやろ。立ちましたって、もう知りませんってマジで3時になった瞬間ポチッとしたらあやさん勝利したそうですね。はい、はい、このようなメールが届きました。売上金入りました。終了ということで、評価ができんかったのはね、悔しいところではあります。無事に取引終わりました。まあまあ短いっちゃ短いね。3ヶ月ぐらい対抗するつもりだったんでね。はい、ということであやさんの勝利で終わりました。勝利っていうかね、当然な権利でね、どうせ明日買いに行くんでしょ。行くよ。ということだね。もう嫌なこと全部私